はい、こうくんパパです。今日はね、楽しみにしてたものが届いたんですよ。で、その届いたものっていうのが、はい、こちら。バッファローさんの方から10月11日ぐらいかなに発売された Wi-Fi6 対応ルーター WXR-5950AX12R っていう商品。そのね、デモ機を今回バッファローさんの方からちょっとね、お借りすることができたんですけど、これがね、ちょっとすごそうなんですよ。以前、このチャンネルで、バッファローさんついにね、本気モデルを出してきたっていうことで、ライブをね、やったりするぐらい、ちょっとね、個人的に気になってた商品なんですけれども、実際、どんなところがすごいのか、実機の方を見ながらね、あと動作検証の方もしていきたいと思います。はい、同梱されている物品はこんな感じになります。ちょっとね、デモ機なので、正規品とはね、一部異なるんですけれども、LAN ケーブルが1本、電源アダプターが1つ、電源アダプターに挿すケーブルですね、これも1本、アンテナ設定ガイドが1枚、セットアップガイドが1冊で、中身の方を見ると正規品にはこんなものがね、一覧でついてきてるみたいですね。はい、そしてこちらがね、ルーター本体になります。ここのね、前面のパネルね、ここはね、結構質感が高くて、非常にね、かっこいいんですけども、これね、ちょっと初回限定モデルなので、ここのね、上のあたり見えますかね、ここのあたりとか、あと背面、はいでね、この背面の方もスケルトン仕様になっていて、ちょっとサラマンダーっぽいですよね。この赤い鉄板がこれヒートシンクになってるんですけど、これ2枚入ってるのかな、ちょっと上から見るとね、かなりしっかり冷却してくれそうだなっていう印象ですね。で、外装の方を見ていくと、正面にインジケーターランプ、そして左側面には AOSS ボタン、あとはルーターの切り替えスイッチ、あとはオートマニュアルのスイッチ、あとはリセットボタンですね。で、背面の方は壁掛けがね、できるような穴が2箇所ついていて、あとここの下のね、スタンドは取り外しができるようになっています。右側面、はい、下の方から電源を挿すところ、電源のオンオフボタン、 USB ポート、1ポートが1つ、そして LAN ポートが4つになります。そして上部にはアンテナが4つね、取り付けされていて、これは取り外しはできないタイプなんですけど、360度、好きな角度にね、倒して調節できるような形になっています。はい。で、このルーター、何がすごいかっていうと、大きく2つあって、1つ目は、最新の通信規格の Wi-Fi6 に対応している点なんですよ。これ、今まで最速だった 11AC っていうね、通信規格の上位にあたる 11AX っていう、規格のことを Wi-Fi6 って呼ぶんですけれども、これがね、結構速いんですよ。このルーターの最大性能としては、こんな感じで非常にね、速いわけなんですが、ここまでね、高速に通信できる端末ってそうそうないので、例えばスマートフォンの例でね、お話をすると、11AC 対応のスマホだと866メガ BPS だったのが、Wi-Fi6 対応のスマホだとね、なんと1200メガ BPS もね、出るようになるんですよ。で、Wi-Fi6 の対応のスマホといえば、はい、こちら iPhone 11シリーズね。これが国内初の Wi-Fi6 対応スマホになるんですけど、実際これでね、どれぐらい速度が出るのか、後ほどね、試してみますね。はい。そしてね、このルーターのすごいところの2つ目。2つ目は、ここですよ。この1ポートと LAN ポート。これがどちらも 10GBps 対応してることっていうのがね、これがなかなかないんですよ。最近10ギガ対応のね、インターネットプロバイダーも結構増えてきていて、すでに10ギガ回線ね、利用している方もいらっしゃると思うんですけど、10ギガ環境でね、Wi-Fi ルーターを活かしたいと思った時に、例えばここのね、今インターネットって書いてるここの1ポートが
1ギガ対応だったりすると、せっかくね、家まで10ギガの速度で回線が来てるのに、WAN のね、ここの1ギガのポートを経由した時に、結局速度がね、1ギガ bps に落ちてしまうんですよ。なので、この1ポート、ここがね、10ギガ対応っていうのが非常にね、大切になってくるんですね。で、なおかつですよ。なおかつ、その隣のね、はい、この1個上の、この LAN ポートも、一つだけなんですけど、10ギガポートがついてるっていうのが、非常にね、この商品の重要なポイントで、Wi-Fi だけじゃなくて、例えばここにね、デスクトップの、10ギガ対応のデスクトップ PC なんかをつないで使ったりもできるっていうのがね、この商品の最大の魅力なんじゃないかなと思います。はい、それではね、こちらの Wi-Fi の速度見ていきましょう。まずはこちらの Galaxy S10 Plus ね、こちらを利用して 11AC 接続した時のね、速度を測りますね。はい、ダウンロードが669メガですね。11AC でもね、かなり速い速度がね、出てるんじゃないかなと思うんですが、では、お待ちかねの iPhone 11 Pro ね、こちらで Wi-Fi 6接続、測ってみましょうか。はい、これ、ついに出ちゃいましたよ。900メガ bps 台。いや、これ実測でこの速度だったら、もうほとんど有線接続と遜色ないレベルじゃないですかね。はい。で、家の中でいろいろね、測定した結果をちょっとまとめてみたんですけれども、まずはね、Galaxy S10 Plus の結果からね。で、今回ルーターはこの2階の洋室3っていうところにね、設置して測ってるんですけども、11AC でもね、結構早いのよ。ね。でね、アンテナも3本のところとかもちらほらあるんですけど、それでもね、結構通信速度がそんなに落ちてないので、ルーターのアンテナのね、受信感度が結構高いんじゃないかなっていう印象でしたね。で、お待ちかね、iPhone 11 Pro の結果、早いでしょこれちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりね、全体的に2割から3割ぐらい早いんですよ。これ2階にルーター置いてるのに、例えばこの1階の風呂場とか800メガとかね、めちゃくちゃな値出てるんですよ。これはね、ちょっと化け物ですね。今までこんなの見たことないぐらいの値がね、ちょっと出てるなっていう。でちょっとね、全体的にアンテナの本数、これね、ちょっとばらついてる印象がね、あるかなって思うんですけど、これね、はい。このルーターのこのアンテナね、このアンテナの向きによってね、結構指向性で変わってくるんですね。電波の飛び方っていうのが。で、ここ見えるかな？はい。ここね、平面になってる面、こう倒すとこうね、垂直になるんですけど、この平面の面に対して電波がね、こう飛ぶような形になるので、これのこの向きとかね、この角度を調整することで、だいぶね、家の中の電波がね、改善するように調整できるような形になっているので、このアンテナの角度調整ね、これだいぶ重要なポイントじゃないかなと思うので、ご家庭の環境に合わせてね、アンテナぜひね、調整されてみてください。はい、ということで、こちらのルーター、どんなね、人におすすめかっていうと、まずはやっぱりね、10ギガ回線。これを引いていて、フルに使いたいっていうね、使い切りたいっていう人にはね、やっぱりこれ多分今のところこれ一択ぐらいしかないんじゃないですかね。
LAN 側もね、10ギガ対応してるっていう。で、あとは、やっぱり Wi-Fi 6 ね、iPhone 11シリーズ、今だとね、はい、そういうのをお持ちの方で、今までよりも早く使いたいっていう方には非常にいいかなと思います。で、10ギガも引いてないし、Wi-Fi 6 持ってないっていう方でも、さっきの検証結果からもわかるように、このアンテナのね、多分受信感度が結構高い印象だったので、Wi-Fi 6 じゃなくても、結構ね、今までよりも多分通信速度が改善するような多分環境が作れるんじゃないかなと思うので、そういう方にもね、非常にお勧めできるんじゃないかなと思いました。はい。で、こちらのね、商品の詳細は説明欄の方にね、いろいろ記載しておきますので、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。はい。それではね、また次回の動画、ライブでお会いいたしましょう。こうくんパパでした。